食べたい。慎みがないぞ、シャオレン。昼は済ませたばかりだろ。さっきのじゃ全然足りなかったんだもん。お前は孫悟の姫だろう。いつまでも子供のままでは困る。お腹が減ったのの何が子供なの？そうやって癇癪を起こしたりするところがだ。まあまあ、シャオレン様も育ち盛りですし。それ子供って意味じゃん。ブー、二人して失礼しちゃう。シャオはちゃんとお姫様としてボのために頑張ってるのに。ほう、シャオレンから姫としてなどという言葉が聞けるとは興味深い。どのような行動こそが姫としての振る舞いとシャオレンは考えているのだ？草むしりでもなさったんでしょうか。バッカにして、お姉ちゃんくらいだよ。いつまでもシャオのこと子供扱いするの。シャオ、カズトの血を5に取り入れるために誰よりも頑張ってるんだもんね。もう聞き捨てならんの、シャオレン。カズトの血を取り入れるだと？それはもしや。うんふん。質問に答えろ。逃げてはいけませんよ、カズトさん。カズト、噂をすればと言うが、ちょうどお前の話をしていたところだ。助けてまあ、甘えん坊な。カズトはシャオの甘えん坊なところが好きなんだって。お顔が赤いですよ。ほも、まんざらシャオレン様の独りよがりでもなさそうな。やはりか。油断も隙もない。いつ私の目を盗んで。お腹すいた。シャオレンの姉として、孫悟の騎手として詳細な説明を求めるぞ、カズトよ。シャオレンはまだ子供なのだ。それに血を入れるというのはメイリーの考え。私は断じて、いや、お前を認めないというのではなく、なぜシャオレンなのだ。より女として成熟した、例えば私をなどというつもりはもとないが、客観的な意見として。シャオもお姉ちゃんも大して変わらないよ。おっぱいもお尻も。
そのはしたない物言いをよさないか。お姉ちゃんはすぐガミガミする。今や私はお前の母であり姉であり主だ。威張っちゃって。仲がよろしいことで。カジトさん、お茶はいかがですか？はい、どうぞ。無関係のような顔をしてもらっては困る。都合の悪いことは聞こえない耳め。カズトはいつもそうやってはぐらかす。悪びれないのだからな。いいか、シャオレンとの今後の接し方については改めて話させてもらうぞ。やましいことがなければ避ける理由もないはずだ。ねえ、困っちゃうよ。妹の恋愛にまで口出ししてくるんだもん。恋愛？恋愛だと？あっちもやきもち、こっちもやきもち。過保物ですね、カズト様。何をバカな。何を見ている。カズト、お前が来たせいで脱線したのだぞ。まったく、シャオレン、お前もカズトを出汁に使ってサボろうとしているのではないだろうな。ノンモだ。シャオレンに釣られすぎだ。これではせっかくこういう機会を設けても徒労に終わるだけだ。お姉ちゃんが一人で盛り上がってたくせに。と問われると難しいですね。政治のような、教養のような、いろいろです。サンゴの姫としてシャオレンには足りないものが多すぎるということだ。あ、またバカにした。何度こういう場を設けようとしても理由をつけて逃げ回っていたお前が。とにかく今日という今日は私が見張っているからな。観念してノンの授業を受けるといい。はーい。そんなに嫌そうな顔をされてしまいますと、私も残念な気持ちに。その通りだな。それが教えを請う態度か。お腹減ったなぁ。だってつまんないよ。
時と場合による。カズトのためか。ちょうどシャオ、ラーメンの気分だったの。上手に手なずけるものだ。よーし、これで少しはやる気が出てきたかな。いちもラーメンも久しぶり。カズトとお出かけはもっと久しぶり。やる気が出てきたのではなかったのか、お前は。では始めましょうか。始めないんですか？シャオレン、いい加減にしないか。落ち着きのない。それではカズトに愛想をつかされるぞ。カズトはこういうシャオが好きなんだもん。言い切ったな。お姉ちゃんにはないシャオの魅力。そうなのか？いや、お話はまとまりました。では続けましょうか。カズト、こっち来て、こっち。もっとこっちなの。いつもみたいに。ほら。これでよし。やる気が出てきたぞ。なんと仲睦まじい。シャオレンとカズトはいつもそのように。見せつけちゃった。ごめんね。シャオとカズトは熱々の2人なの。微笑ましいですね。まるで兄弟みたいですよ。どこだよ。どう見ても恋人同士でしょ。聞き捨てだな。シャオレンの兄ということは私の夫と、つまりお前はそう言いたいのか。ちゃっかりしすぎ。前々から怪しいと思ってた通りだった。お姉ちゃんもカズトのことをそういう目で見てたんだ。強敵出現。でもその感じだったらシャオの方が何歩か先に行ってると見た。どういうことだ。シャオレンはやはりカズトと。どうなのだ、その思わせぶりな態度。もう我慢ならん。やましいところがないのなら私の目を見てちゃんと説明してもらおうか。やだ、こんな明るいうちから。明るいところではためらう話だと。シャオレン、
よし。呼び出されてからずっとこの調子なんですよ。はんごはんごはんよっ。カズトが頑張れって言ったからシャアもお腹空いてたの我慢したんだよ。わかってる？シャアはカズトのために頑張ったんだからご褒美も奮発してくれないと。ラーメン一杯くらいじゃ足りない気分。大盛り食べちゃうんだ。なーに？あ、いやらしい意味だと思ったんだ。もうカズトったらこんな明るいうちから期待しちゃってるの？先に行く班にしよう。こんなにお腹が減ってたら途中で体力が切れちゃうよ。お姉ちゃんにいっぱい差をつけちゃうんだもんね。わかった？お姉ちゃんよりシャアのことが好きじゃないと嫌だよ。でもシャアの次にだったら好きになっていいかな。何かおかしい？カズトのこともお姉ちゃんのことも好きだから言っただけだよ。マイペース？正直だよ。してほしいことはちゃんと口にしないと伝わらないもん。シャアはカズトが大好きだよ。こんなことでも言わないと伝わらないんだよ。伝わってなかったでしょ？初めての時もシャオに言わせたカズトは反論しちゃダメ。ね。こういうところがお姉ちゃんの弱さなんだよね。お姉ちゃんが言えない分カズトが言ってあげて。お疲れ様とかかわいいよとか。怒るかも。そしたらお姉ちゃんも好きだけど一番はシャオだよって甘やかしてね。カズトはみんなに好かれてるんだからしょうがないでしょ。シャアも気を使ってるんだから。うにゅ？
したのかな。